こんにちは、メイです。こんなお悩みをよく聞きます。真似をしてみたものの、なかなかセンスがなくておしゃれにならない。なので今回は、センスがなくてもおしゃれにする方法について、インテリアの解説をしていきます。インテリアに自信がないという方でも、簡単な知識さえつければ、誰でもおしゃれなインテリアになりますよ。ちなみにセンスは知識から、知識の量に比例して、センスは良くなります。今回の内容はこんな感じです。1、好きなインテリアを探そう。2、3という数字にこだわる。3、空白を意識する。このたった3つのルールでかなりおしゃれになります。前にこちらの動画でもお話をしたのですが、今回はもっとさらに基礎的なお話になります。いろいろと細かいルールはあるのですが、今回はこの3つだけを詳しく解説します。でははじめに好きなインテリアを探そうです。大まかにこの2つを話していきます。もしすでに好きなインテリアが決まっている方は、このステップを飛ばしてくださいね。なぜ好きなインテリアを探すのかについてです。好きなインテリアを探すことができたら、インテリアに統一感を持たせることができます。ちぐはぐなインテリアになることを避けることができるんです。好きなインテリアがあれば、それっぽい家具を自らの力で見つけ出すこともできるし、楽しく作れます。ですが、いろいろとお話を聞いていると、そもそも好きがわからないという方もいらっしゃると思います。私も苦手な分野では何がおしゃれなのかわからないということもあるので、その気持ちがものすごくわかります。ただ私が言えるのは、好きなものは人それぞれなので正解はないということです。例えば私がナチュラルインテリアが好きとしても、かっこいいものが好きな人からすれば、かっこいいクールなインテリアの方がいいとなるわけですね。当たり前のことですが、自分の好きという選択は決して間違いはないんです。誰から何を言われようとも、好きだと思う気持ち、なんかいいなと思う気持ちは大切にしてくださいね。次はインテリアの種類と選び方についてです。好きなインテリアの見つけ方としては2ステップあります。1、インテリアの種類をサクッと知ること。2、その中から自分の生活に近いものを選ぶという感じです。まずインテリアのスタイルを大きく分けると4つの種類に分類されます。左上から時計回りでモダン系、ナチュラル系、クール系、可愛い系に分けられます。モダン系は都会的で洗練された雰囲気のある部屋です。モノトーンで揃えながらも少し高級感を感じるようなインテリアです。ホテルなどでもよく使われているホテルライクインテリアなどもあります。ナチュラル系は木のぬくもりや温かみを感じ、自然を感じる部屋です。シンプルなものが多く、集まりをしている方にも人気のインテリアですね。北欧スタイルなどがあり、有名なものだとマリメッコなどが取り入れられているインテリアです。主張が強くないため、いろいろなインテリアとの相性も抜群です。クール系はインダストリアルインテリアやヴィンテージスタイル、ブルックリンスタイルなどが挙げられます。インダストリアルとは工業的なという意味で、コンクリートなどがむき出しだったりします。インダストリアルの近いものとして、ブルックリンスタイルインテリアなどが挙げられます。クール系は機能的でスタイリッシュな印象のインテリアですね。可愛い系はエレガントで女性的な華やかさを持つインテリアスタイルです。ブランドだとローラ・アシュレイやフランフランなどが有名ですね。どことなくお姫様が住んでいそうだけど、現代的な要素も取り入れたインテリアです。大まかに4種類のインテリアを紹介しました。この中からどうやって選ぶかというと、直感で選ぶのがいいと思いますが、どれもピンとこない場合は、普段身につけているものから近いものを選ぶと間違いがないと思います。例えばナチュラルな服が好きな人はナチュラルを、洗練されたものやシンプルが好きならモダン、かっこいいものが好きならクール系、女性的な華やかなものが好きなら可愛い系ですね。他にもたくさんのインテリアの種類があるのと、和風×インダストリアルなどミックスされたインテリアもあります。きっとなんかいいかもと思うインテリアが見つかると思います。ようやく本題の
3という数字にこだわる編です。ここでは主にテクニックについて解説します。こんな内容を話していきます。1、なぜ3にこだわるのか。2、色は3色まで。3、配置は三角形。4、3つの同じ要素を繰り返し並べる。なぜ3にこだわるかというと、3という数字はデザインやインテリアの中で黄金比になる数字なんです。人がなんだか安心感を覚えてしまう数字でもあります。他にもいろいろと3の不思議はありますが、ここでは割愛します。まず部屋を作るときは大きな色を3つに絞ります。色が3つまでに絞られていないと同じ配置なのにこんなにもまとまりがなくなります。同じ配置、同じ家具なのにこんなにも違いますね。なので色は3つまでに絞り、それだけだと足りない場合は 1,2 色をちょっとだけ添える程度に使うといいと思います。大きな色は3つまでですが、小物の細かい色はあまり気にせず、その家具の大部分を占める色で決めてくださいね。例として色の組み合わせを挙げておきます。可愛い系以外は他の動画で詳しく解説しているので参考になるといいなと思っています。2の3、配置を三角形にする。三角形の配置は安定の配置とも言われ、安定から安心感を得られ、おしゃれな配置の定番です。例えば絵画を壁に飾る時もこんな風にバラバラに飾るよりも三角形に飾った方がおしゃれに見えますね。床に置く家具と合わせて三角形にしたり、家具に重ねておくとより三角形がうまくできるようになります。小物を飾る時や物を増やしたい時は三角形を意識しながら飾ってみてください。それぞれのインテリアの種類で三角形を意識した配置を考えてみました。2の4、同じ要素を3回繰り返す。これは主に壁掛け家具や椅子などに適用できます。先ほどの部屋ですが、ここは同じ要素が3つ並んでいます。スクールチェアとランプですね。このように同じ家具を3つ並べます。例えばテレビ上にスマート壁掛けスポットライトを3つ飾ったり、ソファーの後ろにポスターフレームを3つ飾ったりします。ちょっとだけ寂しいなと思う部分に使ったり、注目させたいポイントに使うのがおすすめです。ここまで見てくださった方は全体のインテリアの種類も決まって色も決まって三角形のディスプレイを置きたいけど全体の配置はどうするのと疑問を抱いていると思います。全体の配置を決めるときに重要なことはまず
余白を取ることを意識します。余白があることで部屋が広く見える、抜け感や緊張感を演出、視線を誘導するなどの効果があります。難しいことを話しているように感じますが、作る順序を知れば余白のあるセンスのある人が作ったかのような部屋を作れます。ステップ1、部屋の種類を決める。ステップ2、部屋を分割する。ステップ3、分割したところに要素を入れる。この3ステップで余白のある部屋が作れます。まず部屋の種類から何を作りたいのかを決めていきます。部屋の種類はリビング、ダイニング、キッチン、寝室、バスルーム、書斎などたくさんあります。これを全部詰め込むと確かに生活感を出せますが、詰め込みすぎると開放感がなく狭い印象を受けてしまいます。全部詰め込んだインテリアもありますが、今回は割愛します。なのでどの部屋の種類にするかを選びます。6マス以下の狭い部屋なら2つ、6×6 なら3つ、8×8 と 10×10 なら4つか5つまでがいいと思います。部屋の要素を詰め込みすぎないことで余白が生まれます。これだけなので簡単ですね。ステップ2、部屋を分割します。部屋の大きさや要素の数によって分割数を変えます。それぞれの部屋の例を出しておきました。おすすめの分割は4つとも同じマス数で分割するものです。ステップ3、分割したところに部屋を当てはめる。先ほど分割したところにキッチンやリビングなどを当てはめます。ここで重要なのが家具を詰め込みすぎないことです。詰め込みすぎないようにするにはどうすればいいのかというと、家具同士の余白を取ると自然に詰め込みすぎを防げます。例えばキッチンを作るとき、冷蔵庫とカウンター、キッチンをこうやって離すのではなく、冷蔵庫とカウンターはくっつけてキッチンを離す感じです。同じ要素はギュッとまとめます。ちょっと難しいところかもしれませんね。もう少しだけ例を挙げます。まずはリビングに壁掛けテレビを設置したいのでテレビ台を作ります。壁掛けテレビを設置するのでテレビ台は壁にくっつけます。こんな感じでテレビ台、テレビの間接照明をギュッとまとめました。同じ要素は近くに配置するんです。同じ要素はなるべく同じような色だとまとまりますね。次はテーブルとソファーを置きます。パッチワークなローテーブルも今回はソファーとして使うのでソファー同士でギュッとまとめます。よく見るとテレビ台、テーブルとソファーの間隔が違いますね。こういった小さな隙間を揃えるのも余白がきれいにでき、人が本能的に綺麗と感じるんです。キッチンの方も同じように間を揃えます。余白が均等にあるとなんだか気持ちがいいですね。これが余白の効果です。次は三角形の方の余白を見てみましょう。ここは便宜上書斎としましたが読書スペースです。椅子とテーブル2つをギュッとまとめます。壁掛けの家具もギュッとまとめます。壁全体に飾るより一部だけギュッと固まっている方が余白ができておしゃれに見えます。上から見るとこんな感じで三角形になっていますね。余白も同じ幅を意識しています。家具を並べるときは一番初めに作りたいものから置くことをお勧めします。分割した部屋に要素を詰めたら完成です。このステップ3はいつもの動画で解説をしているので、ご興味がある方はぜひ他の動画もご覧ください。センスがなくても知識でおしゃれにできる方法はいかがだったでしょうか。この3つを基礎として覚えていれば、どんどんおしゃれな部屋作りができるようになってきますよ。センスは知識で磨かれていくので、この動画を見たあなたはきっとセンスが少し磨かれたと思います。現実でも使えるインテリア知識なのでぜひ活用してみてください。センスは意外と簡単に磨けるんだなぁと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。
最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。